ご視聴ありがとうございます。今回は工具ではないですが、ほとんど毎回使うもの、手洗いアイテムを紹介します。まずはパーマテックスのファストオレンジ。昔コストコでえらい安く売ったりしてたので使ったことある方も多いのではないでしょうか。私は昔からずっとこれを使っています。油汚れはそこそこ落ちますし、手荒れも出ない。入手性も良いので気に入ってってわけでもないんですけど、なんだかんだでこれを使い続けています。乳白色でさらっとした手触りっすね。スクラブはジャリジャリきつくなく、しかし細かすぎてやわい感じもなく、自分にとってはスタンダードな工業用のハンドソープと感じています。実際に洗ってる風景はこんな感じです。ファストオレンジを適量手に取ってすり込むような感じで汚れを落としていきます。ベタつく感じはなく、手の表面にさっと馴染んでくれますし、伸びもいいですから最初に水つける必要もない感じ。扱いやすいですね。汚れが頑固な場合、洗剤が伸びなくなってきた後に少しだけ水を足して伸ばすように、さらにすり込むように洗っていきます。あらかた汚れが浮いたら最後に水で流しながら汚れと洗剤成分を一緒に落としていく感じ。これでオイルや古いグリス、ブレーキダストなんかはしっかりと落ちてくれます。すすいだ時の洗剤の切れといえばいいんですかね。水で流した時の洗剤の落ちやすさは工業石鹸としては普通な部類に感じています。汚れ、特に油分をしっかりと浮かしていれば水でさっと流れてくれるっすね。塗装の汚れに関しては根気よくこすれば落ちるって感じです。トヨタ伝統の202ブラック試してみましたが、3分ほどこすり続けてなんとかさっぱりって具合。塗料の汚れに強い感じは受けておりません。匂いはシトラス系、さっぱりとした香りです。強かったり特徴のある香りではないので、すごいハマることも少ない代わりに文句も出ない香りかと感じます。さて、このファストオレンジ、代理店さんの謳い文句として軽度な汚れに関しては水なしでも使えるとされています。洗剤を手にすり込んでなじませながら汚れを落とすところまでは一緒なんですけど、水で流す代わりにパンパン手をはたいてスクラブを落としまして、ザラザラ感がなくなったら終了という使い方がオフィシャルの動画でも紹介をされています。しかしこれはいまいちというか、私の用途には合わなかったです。本当に軽微な汚れのみ対応って感じ。チリやマジックの汚れなどは落とすことができますが、油汚れが入ってくると途端にきれいにならなくなります。少量の洗剤では汚れが伸びるだけって感じ。洗剤量を多くすると今度はいくら叩いてもとにかくベタつきが取れなくなります。バンバンバシバシ手を叩きつけてもさっぱりしてくれないですね。ゴシゴシ手のひらをこすり合わせて、でダマになった汚れと洗剤の混じったものをはたき落として、途中洗剤を足したりしながら5分くらいこれを繰り返して、やっとマシなレベルの爽快感って感じです。軽度であってもオイル汚れには弱い印象。汚れの種類や程度によるのでしょうが、私の環境では手をはたくだけで OK とはいきませんでした。車、バイクを触った後の手洗いには水がないと厳しいものがあるっすね。オイル汚れが入ってくる場合、ウエスで拭き上げるなど何かしらの補助は必要だと感じました。で、水を使わないといろいろいまいちで、道具の掃除したりにも使いやすくはございません。水使うと錆びちゃって怖いですからね。水なしでの使用については条件選ぶなと感じております。ただ本当にわずかでも水分を足すと随分と扱いやすくなるとも感じてます。油汚れ相手かつ水使えない環境での使用をお考えであれば、ウェットティッシュなんかを一緒に持つことをお勧めしたいです。さてファストオレンジ、特にネガは感じてませんが、噂によるとこの大きなサイズの入れ物のポンプが壊れやすいと耳にします。私はこっちの小さい容器に移して使うので、そもそもポンプほぼ使わないためか今も問題なく動いてくれてますが、以前知り合いのところにあったやつは確かにポンプが壊れてたっすね。容器は当たり外れがあるのかもしれません。パーマテックスのファストオレンジ、最初にお伝えした通り好きでも嫌いでもないんですけど、なんだかんだずっと使っている洗剤です。あまり特徴は大きくないですが、悪いところも少なく感じています。小さなサイズも販売されてますので、気になりましたら使ってみていただきたいです。続いてはデブコンのスクラブ72、ウェットタイプの使い捨てタオルです。
水が使えない環境でもこれさえあれば様々汚れを落とせます。出張作業に便利ですね。丈夫な紙のシートに洗剤成分が染み込ませてあるアイテムです。シートの大きさはこのくらい。手を拭くって考えると結構大きいです。貧乏症の私としてはこれ1回で2回ぐらいは使えそうに感じるほど。表と裏で質感が違っていまして、片側はザラザラ、スクラブが入ったような感じで、もう片面はツルツル。ザラザラ面で大きな汚れを落としてからツルツル面で仕上げるような使い方になります。水分は想像していたよりも少なめっすね。そもそもシート素材がたっぷり水を含むようなものではなく、手触りはカサカサです。夏に活躍するボディシートやデオドラントシートが季節の終わりにやれてきて乾いてきたのに似た感じ。絞ってみても水が滴るような感じはありません。使ってみますと想像していたよりも汚れの落ち方はゆっくりです。ウエスやショップタオルにパークリ染み込ませて手を拭くときみたいなささっと汚れが落ちていくのを想像していましたが、そういった感じではないですね。ゴシゴシしてるとそのうちきっちりと綺麗になってくれるタイプ。ただ悪い印象は全然なくて、使い勝手手を洗うアイテムとしてはこれ本当に使いやすいと感じてます。即効性がないというだけで普通の洗剤に比べて時間がかかることもないですし、シートは大きいので頑固な油汚れが手についたりしてもこれ1枚でしっかりきれいにすることができます。塗装汚れは落ちるには落ちますが、ファストオレンジ同様根気よくこすり続ける必要があり、塗装を落とす場合、溶剤使う以外には落ち具合はザラつきに依存するんですかね。とにかくスクラブ7にさっと落とせる感じではありません。拭き上げてすぐは若干ベタつくような印象があり、すぐにさっぱりって感じではないですね。手に優しい保湿成分配合ということなのでその影響でしょうか。しかし 1,2 分もすればそれも気にならず、水やウエスなどない環境においてもこれだけスクラブ7-2だけでさっぱりすることができます。性能や使い勝手は本当に満足して使ってるっすね。匂いはなんだっけこれって香りです。ハーブ系というかスパイス系というか、芳香剤でもたまに嗅ぐ匂いに思います。特徴的な香りですが強烈に残るほど強くはありませんので不満に感じたことはありません。手を拭き終わったら道具を掃除するのにも使っています。最近流行りのソフトグリップの汚れを落とすのに便利ですね。それから車内でジュースこぼしてそれが固まっちゃって頑固になった汚れを落とすのにも使い勝手が良かったです。気軽に使えてさっぱり汚れを落としてくれる本当に使いやすいアイテムですね。ネガとしてはもうはっきりとコストです。為替影響か最近特に高くなってまして、1枚あたり50円から60円ほど。安売りセール時に買えたとしても手洗い1回につき40円くらいかかることになります。値段で全然気軽に使えません。普段水場が使える場面ではもったいなくてこれほとんど使ってないですね。ただもったいないで使わないでいますと今度は乾いてしまわないかが心配。容器の密閉具合があまり良くはないんです。私の使っているこちらは昨年の夏は乗り切りまして、これから2度目の夏を迎えます。極力暗く涼しいところで保管してまして、中身乾いてしまった印象はないですが、しかし高温下では少なからず影響出るのではと思ってます。短期で使い切らない場合、車に積みっぱなしなどは避けた方が良いでしょう。容器絡みでもう1点、このバケツ型持ち運びでかさばります。ウェットティッシュやボディシートで見るようなもう少しスマートなパッケージもあると便利になるのではと感じました。デブコンのスクラブ7に水なしで使えるメリットがバッチリハマって、かつコスト面で折り合いがつくならば良い選択に思います。出張作業向けなアイテムですね。あとは話のネタになってくれます。どうぞって渡すと興味持ってくださることが多いので、雑談するきっかけにこれがなってくれたりするですね。ガレージできたお祝いなどのちょっとしたプレゼントにも使いやすいと感じました。機会がございましたら試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介しております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。